皆さんこんにちは。今日のウォーキングツアーはこのユニオンストリートとハイドストリートの角から始めてみたいと思います。ロンバートストリートなどの有名な観光地も出てきますので、最後までご覧ください。まずは後ろのアイスクリーム屋さんから行ってみたいと思います。このアイスクリーム屋さんなんですけれども、第二次世界大戦中に兵士たちにアイスクリームを出していたスウェンソンさんが作ったアイスクリーム屋さんで1948年からオープンしています。今ではチェーン店になってまして、世界各地にいろんな支店があります。でマニラなんかにも、モール・オブ・エイジャっていうところがあるんですけれども、そこにもこのアイスクリーム屋さんが入っています。その1号店になります。さてここでクイズです。150種類以上の味を考えたスウェンセンさんが最初に作っていた3つの味とは何だったでしょう。答えはバニラ、チョコレート、ストロベリーです。それでは中に入ってみたいと思います。とにかくたくさんの種類があって迷ってしまいます。 Can I have chocolate? Just simple chocolate, old-fashioned chocolate. And that's all, thank you. Right, thank you very much.それでは次の角まで登ってみたいと思います。でこのフィルバートとハイドストリートの角をフィルバートの方に右側に曲がっていきます。ここのフィルバートストリートの部分は 31.5 度というすごい急角度で有名なところなんです。これが 31.5 度の坂道です。昔レイトショーという夜遅くの番組の中でこの坂にたくさんのスイカを転がしてその映像を撮ったのがあるんですけれども、多分皆さん YouTube ご覧になると検索できるんじゃないかなと思います。ここから2ブロック歩いていくとあの有名なロンバートストリートになります。ロンバートストリートに行く前にちょっとだけテニスコートに立ち寄ってみたいと思います。この上がテニスコートになっていて、このテニスコートの下は実は貯水池なんです。水が溜めてあるんです。ここはこっち側がバスケットボールのコートで、こちら側がテニスコートになってるんですけれども、多分サンフランシスコで一番景色のいいテニスコートかもしれません。どんな眺めかお見せしますね。この眺めを見ながらバスケやテニスができるって超贅沢ですよね。次はいよいよロンバートストリートになります。もう見えてきました。ロンバートストリートですね。ロンバートストリートのすぐ上のこの部分なんですけれども、サンフランシスコが大地震に襲われる映画サンアンドレアスのロケ地でもあります。ここに消防車が止まってまして、主人公のお嬢さんがここの消防車から救急用具を取り出すというシーンで使われた場所になります。さてロンバートストリートからぐるっと反対側に回ったこの家なんですけれども、ロバート・ルイス・スティーブンソンという小説家の奥さんが建てた家になります。
ロバート・ルイス・スティーブンソンは名作宝島とかジキル博士とハイド氏などの小説を書いた人なんですけれども、その人は、サモア諸島あたりで亡くなってしまったんですけれども、その亡くなった後に夫がこの辺りに住みたいねって言ってた話を思い出して、夫が書いた手書きの原稿などを全て売り払ったお金で建てた家なんです。で、この上のステンドグラスをよく見てください。これがロバート・スティーブンソンが書いた宝島の中に出てくるヒスパニオーラ号という帆船のステンドグラスなんです。ロンバートストリートを写真に撮るときは坂の下の方が撮りやすいので、坂の下まで行ってみたいと思います。この消火栓のすぐ横にこのポールがあるんですけれども、どうしてこのポールが作られたかご存知でしょうか。実は観光客が運転する車がこの消火栓に突っ込んだことがありまして、この消火栓がぶっ壊れて、この坂道が大きな滝になったことがあるんですけれども、それ以来車が突っ込んできていいように白いポールが立てられたということになります。見てください、この家のブーゲンビリアもお祭り騒ぎになってます。この坂道の一番下にあるロンバートストリートの千番地の家なんですけれども、1968年から怪奇現象が起こった呪われた家として知られています。この家のパーティーで飲み物を出されなかったタロット占い師によって呪いをかけられたこの家では、2人が自殺、1人が密室で死亡、さらに火災、超常現象などが立て続けに起こりました。一番下の写真撮影ポイントに着きました。で、このロンバートストリートを今から半ブロックだけ下がってみたいと思います。1990年代に MTV のチャンネルでザ・リアルワールドというリアリティショーがあったんですけれども、そのシーズン3だったかな、サンフランシスコが舞台になったことがありまして、全く関係のない8人の若者をここに連れてきて、で生活をさせて、その生活の様子をテレビ番組にするというのがあったんですけれども、その撮影の舞台になったのがこのロンバートストリートから半分下がったこの後ろの建物なんです。メンバーの一人がエイズにかかって苦しむ様子を捉えたその映像は、当時世界中に衝撃を与えました。で、ロンバートストリートを下がってさらに次の角まで行ってみたいと思いますけれども、ちょっと後ろに小学校があるので子どもたちの声が入っているかもしれません。どこの国でも子どもたちは元気ですよね。この後ろの家なんですけれども、アルフレッド・ヒッチコックのめまいという映画の中に出てきた家なんです。スコッティという主人公の人が住んでいたアパートになります。で、この後ろの家なんですけれども、あまりにも観光客がたくさん訪れるために、もうオーナーの人が全くわからないように外観をすっかり変えてしまった家なんです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ロンバートストリートはサンフランシスコ観光には見逃せない観光スポットですね。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。